はいどうも、松村上黒です。色の話をします。この間の合宿で描いたこの絵を使おうと思います。やる気がやばい。無事取り込みましたね。最初に肌色を塗っていこうと思います。とりあえず肌色を塗ってはみたものの、残りの部分を何色で塗ったらいいかわかんないっていうのが結構ある話じゃないかなって思ってるんです。一番ややこしくないのは、いきなりこういう肌色と全然違う色に飛ぶんじゃなくって、最初に使った色と似たような色だけをまず使っていく。でも似た色だけ使っていると、こうなんか統一感はあるけどちょっとパンチが弱いなとか、パンツじゃないよ、もう一味欲しいなっていう気持ちにもなったりするわけですね。かといってこういう色を使うと悪くはないのかもしれないけど、なんか正しく効果が出ているのか全くわからないという状況ですね。一番最初に試してほしいのは線画の色を変えることなんです。最初が肌色だったからちょっと濃いめのちょっと暗めの色にしておくんですけども、こんな感じにしておいて、これだけでも随分色の統一感が出てくると思うんです。お好みの濃さに調節したりね、すぐできるしね。でもうちょっとアクセントを入れたい時はいきなりこっちを選ぶんじゃなくって、例えばこういう色なんですね。実際に使ってみると、最初に塗った青よりはこっちの青の方がちょっと見やすいかなっていう感じがするかと思います。でもまだ気に入らないなっていう場合はこんな色を使ってみましょう。そうするとこんな感じになります。この辺は髪の色の好みっていうのがあると思うんですけども、あとは影を入れて、でこんな感じになりました。非常に楽しい。で色選びの時に結局何が起こっていたかっていうと、一番分かりやすい色をまず最初に1個置いちゃって、似ている色だけ先に使って青くして赤くしたわけですね。気をつけてほしいのは実は1個だけで、いきなり変な色に飛ばないでほしいという、ただそれだけなんです。単純に管理が難しいんです。代わりに覚えてほしいのは、色っていうのは黄色くするか青を足すかより赤くするか、実は色に対してできる操作っていうのはだいたいこのくらいなんですね。たくさんの色からたった1色選ぶって思うとすごい大変に思うかもしれないけど、一つ基準を決めてそれを黄色くしたり青くしたり、赤くしたりっていうことで基準を作って、それをちょこちょこっと変えていくっていう方がと分かりやすいと思います。どうしても色の話になるとコントラストがどうとかサイドがどう濃度がどうっていう話になっちゃうんだけど、一回それはややこしいから忘れておいて、このスタート地点からちょこっとずつね色を変えていくっていうやり方の方がきっと統一感を持ちながら楽しく色塗りできるかなって思います。今回は細かい説明は省くんだけれども、画面の全体で黄色っぽいか青っぽいか赤っぽいかっていうことに気をつけて色塗りを楽しんでみてください。よかったらパンツも変えてください。バイバーイ。